東京工芸大学准教授の小原正史と言います。よろしくお願いします。私はですね、これまで写真が歴史的にどのように使われてきたのか、そしてどのように人間に影響を与えてきたのか、そういうことをテーマにした展覧会をいくつもキュレーションしてきました。さてですね、これまで日本人やあるいは日本社会に最も大きな影響を与えてきた写真というのは一体何だろうか。そういうことを考えたときにですね、私の頭に真っ先に思い浮かぶのは、御神影という言葉ですね。この御神影というのは、天皇の公式写真、肖像写真のことですね。時に、天皇一人のこともあれば、天皇と皇后が一対に、こういうふうになって、いる写真のことを御神影と言いますが、今回はですね、この Behind the Camera の、テーマに合わせて、この御神影と女性性、ということの関係についてお話ししたいと思います。この写真は、最初に撮影された天皇の、公的な写真ですね。内田九一という当時日本で、一番というか東京で一番の写真誌によって、1871年に撮影された、明治天皇のいくつかの写真の中の一枚です。それ以前のですね、江戸時代までの天皇というのは、髷を結って、眉毛を剃って、おしろいを塗っているような、非常に女性的な外見でした。しかしその後ですね、江戸時代、江戸幕府を倒して、新たに政権を担うことになった明治新政府は、新しい権威、新しい権力として、男性的で力強い天皇のイメージを作り上げようとしました。この天皇というのを担ぎ出したわけですね。この写真の2年後の1873年、同じく内田九一によって新たな天皇の写真が撮影されます。前のようなですね、和装をもうやめていて、曲げも切っていますね。髭を伸ばして、軍装に変わっています。天皇は堂々たる、様相の大元帥である。そして、国民にとって近代化の象徴になるようなことが、求められたわけです。1872年から1885年にかけて、この新たな権威としての天皇というのを、新政府は国民に周知させようとしてですね、この天皇の巡行というものが行われます。これは、統治権力の姿を視覚化することで、それまでバラバラだった人々をまとめ上げて、国民統合の象徴にすることが狙われたわけですね。しかしながら、一人の人間が全国を回るには、限界がありますので、天皇の肖像写真は、その代わり、天皇の代わりを果たすようになるわけです。これが御神影ですね。そして1873年からは、この御神影が政府機関などに下げ渡され始めることになります。民間から、申請されたり、官から、申請されたものを身分の高い人から下げ与える、そういう形式を取るわけですね。これも御神影の一種です。御神影というのは、要は天皇のコピーを作るということですね。この写真は、写真嫌いだった明治天皇の姿を、イタリア人画家のエドワルド・キヨスソーネがスケッチした絵です。彼はですね、当時大蔵省の印刷局に、招聘されていたお雇い外国人、でした。そして彼が、スケッチしたり、写真を参考にして描いた、絵をですね、マルキリオという写真師がカメラで複写して、大量にコピーできるようにしたのが、この御神影ですね。つまり、写真と絵画のハイブリッドになっているわけです。しかし、最終的に写真という媒体、メディウムである、そのことが、この絵にですね、イコン以上のアウラを付与したのだと思います。鋭い眼光と熱い胸板を持った堂々たる君主像になっていますよね。この君主、明治天皇の、目がですね、写真という複製物、媒介物を介して全国民に行き届いていくことになります。
つまり、国家元首の化身、あるいは代理物が、作られたということになると思いますね。明治天皇が1912年に崩御して、亡くなってですね、大正天皇が即位すると、今度は大正天皇と皇后の新たな御神営が作られることになります。1915年ぐらいから、この御神営というのをくださいと申請してきた学校やなんかにですね、貸し、下げ渡されていくことになります。しかしこの大正時代には、この御神営をめぐって大きな事件が起こってしまいます。それは1923年に起こった関東大震災ですね。この大地震で、多くの御神営が焼失したり、あるいはダメージを受けたりしました。それ以前の明治時代からですね、この御神営を守るために、例えば津波に飛び込んだりとか、あるいは火事になったその校舎の中にですね、この御神営を取りに戻って命を落としたり怪我をするような教職員が多く現れるようになります。で震災を機にですね、この御神営の保護っていうのが大問題になるわけですね。御神営といってもですね、複製可能な紙なわけですね。この紙、物をですね、命がけで守るという事態は、御神営をめぐって過剰な責任が生じていたということになります。火事とか水害、盗難、あるいは色の退色ですね。そういうものの対策として、いろんなことが考えられるんですけれども、一番いいのがですね、その法安殿というものを作るのがいいんではないかということで、この法安殿という、コンクリート製の施設ですね。この施設が、普及していくことに、なります。これ山梨県の小学校の校庭に作られた法安殿です。このコンクリートの建物の中に、御神営と教育直後というものが放置、置かれました。収められたということですね。この教育直後というのはですね、理想的な日本国民とはいかにあるべきかというのを明治天皇の言葉によって示されたものですね。国民道徳と教育の基本理念というのをもう示すために、作られたもので、大日本帝国憲法が発布された翌年に、出されたものです。これも法安殿なんですが、1930年代ですね、昭和天皇の時代、大正天皇の後になりますが、昭和天皇の時代に作られた法安殿です。大阪ですね、これは。で、先ほどのとは違ってですね、神を祀る神社のような体裁になってますよね。1930年代の日本というのは、中国大陸への侵略戦争を拡大して、国際的に孤立していく、そういう時期です。そういう中でですね、御神営の持つオーラ、アウラが、増大していった、神聖性が増大していったということを示している建物だと思いますね。こういう建物がたくさん作られました。当時の日本では、国家を大きな家族として捉えて、天皇は、その一番上に君臨する、国父、国の父のような存在であるという考え方が主流となっていました。また天皇はですね、人間の姿をした、神様、荒人神であるというふうにされたため、この御神営、天皇が移った御神営の取り扱いも、非常に厳格化、儀式化していくということになりました。1930年代から40年代にかけては、御神営にはですね、日常的なこの礼拝ですね、というのが行われたり、あるいは国家の祝日にはですね、その儀式の中心に、この御神営や教育直後というのが、置かれていきます。1945年、沖縄戦、の時のですね、沖縄でもですね、御神営を守ろうとするような人々たちが、あある部隊が結成されたりですね、一般人による。あるいは、米軍が、
原爆を落とすわけですけど、その広島でですね、落とされてまだ間もない頃に、ご神営は無事ですよという、報告書を出す。そんな人が現れるぐらい、このご神営というのはですね、自分たちの命がかかったような事態に置かれた時でも、彼らのことをその拘束するような、そういった力を持っていた、呪具というか呪物というかですね、そういうものになっていくことになります。日本には、万世一系という考え方があります。これは天皇家は神の子孫であって、その男系の流れというのが、神から続くですね、男系の流れというのが、古来からずっと途切れることなく、続いているという、そういう考え方ですね。そしてこの考え方は、帝国日本のその優越性の根拠となっていました。ご神営は学校教育の場で、そういった天皇制ファシズムを、浸透させていくプロパガンダのような機能を果たしました。しかし、この神格化した天皇の権威が、失墜する事態が起こりますね。1945年の敗戦です。これは敗戦した後のですね、9月の27日、1945年、アメリカ大使館にいた、マッカーサー元帥の、元にですね、昭和天皇が訪れた時に、3枚写真が撮られるんですが、その中の1枚です。敗軍の将となった昭和天皇と、連合国の、代表としてですね、最高司令官として、日本の統治を任された、マッカーサーが並んでいる写真です。大きな体をしたマッカーサーと小さな体の昭和天皇のコントラスト。そして、上着のボタンを外しているマッカーサー。そして腰に手をやって少しリラックスしているように見えるマッカーサーと、モーニング姿でですね、きちんと直立で立っている、緊張したように見える、昭和天皇。このコントラストが非常に印象的な一枚ですね。この写真を、新聞で見た日本人はですね、戦争に負けたということを悟って、次なるボスが誰なのかということを認識したのではないかと思います。当時世界最大の影響力を持っていたグラフ雑誌は、ライフでしょう。このライフの1946年2月4日号には、広人亭の日曜日と題した記事が掲載されました。ライフから天皇一家の撮影依頼を、受けるわけですけど、天皇サイドはですね、ライフのカメラマンではなくて、日本人カメラマンになら、撮らせてもいいよというふうにですね、許可をします。そして、山畑正玉という人が率いる、サンニュースフォトス、という会社が、1945年の12月にですね、撮影を担当することに決まります。この山畑正玉という人は、戦中からですね、軍とか皇室関係の写真の仕事を引き受けた会社の人物で、原爆投下直後の長崎を撮影した山畑洋介という人の父親です。この洋介も天皇一家の撮影に、この時に、来ています。この時期、新しい天皇のイメージが、日米合作の形で、模索されていくということに、なるんだと思いますね。この記事の中に出てくる昭和天皇というのは、それまでの王子、勇ましい大元帥のイメージとはかけ離れたものになっていますね。それまでの天皇はですね、単独で写真に写っていたり、あるいは軍人と写っていたり、皇后と一緒に写るっていうのが通例でしたが、ここでは、自分の子供たち、と一緒にですね、団らんを楽しんでいます。軍服を脱いで、英国紳士風のスーツに身を固めて、家庭的で穏やかな父親のようなイメージ、を提出しているわけですね。これまでのようにですね、王子、
勇ましい大元帥としてのイメージからの大転換が日米合作で行われたわけです。それは天皇制を利用しつつ日本を統治しようというですね、マッカーサーの方針にも沿うものだったんではないかと思いますね。このページを見てみると、上の方の、左の上の方にはですね、ハゲた、ベビーカーをしている天皇一家の姿がありますね。これは、質素さを、アピールしている。贅沢をしないということをアピールしているんだと思いますね。あとはですね、この海洋生物の研究者としての姿があったりとか、あるいは庭の水やりをするという非常に女性的な、当時の価値観でですけど、女性的な一面も見せています。そして右側のページが重要ですね、さらに。ここにはですね、リンカーン像のある執務室で、スターズストライプス、星条旗新聞を読んでいる姿が映されているわけですね。つまりアメリカのかつての大統領のリンカーンを尊敬する親米的な天皇というのがアピールされているわけですね。軍服を脱いだ天皇は女性的で、家庭的で、民主的で、そして何よりも親米的な元首として再出発しようとしているように見えますよね。来たるべき象徴天皇制への地ならしが、日米共同でなされていくように、見受けられます。さて、これまでの話を踏まえて、マッカーサーとの会見写真に戻りましょう。女性的な天皇への転換という視点を踏まえてですね、この写真をもう一度見てみてください。そうすると、この二人の位置関係に重大な意味があることに気がつきませんか？天皇と皇后が並んだご親衛ではですね、天皇は向かって左、皇后は向かって右がルールでした。これは大正時代にですね、西洋式に習って決めたもので、公的な場面にはですね、天皇皇后が、このような順番で姿を見せるということは、大正時代以降慣例になっていきます。しかしながら、マッカーサーと昭和天皇の会見写真では、マッカーサーが向かって左側、つまり男性の側ですね、天皇の側、天皇のいるべき場所に立ち、そして右側、皇后のいるべき位置に昭和天皇が立っていますよね。つまり、男性に順次従う女性の位置ですね。これは当時の価値観ですけど、男性に順次従うような、マッカーサーの位にあたる位置に、天皇が位置づけられていることが一目でわかるような構成になっているわけですね。マッカーサーという人は自分がどういうふうに写真に撮られるか、ということを非常に意識して心を砕いた、司令官でしたので、この写真もですね、おそらく事前に計画されて、周到に準備されたものに違いないではないかなというふうに思います。占領下の日本では、マッカーサー元帥はですね、青い目の大君というふうに呼ばれて、日本国民から非常に親しまれました。このマッカーサーと天皇の二人の写真のようにですね、天皇の上位にアメリカをいただく国、これが戦後日本の新たな形だとすればですね、この会見写真はそのことをよく物語っている一枚だと思います。象徴天皇制の第一歩にあたる写真ではありますが、政治的に、通常の主権国家とは言い難いような、ディペンデントな状態に置かれ続けているのが戦後日本だと思いますが、そうした日本の悲しさを象徴的に示すような一枚になっているんではないかなというふうに思います。